出してください。じゃあまず、隣近所のところで、結果のところが書いてあるかどうか確認をして、そして内容もみんな同じになってるかちょっと確認してみてください。表現はいいよ。表現は人によって違うからね。じゃあちょっと代表して中身を確認してもらいます。線香とかマッチを使って、中に発生した気体がね、何という気体かっていうのを確認してもらったんだけど、その結果、名前ですね。じゃあね、陽極、自信ある人いますか？はい、ゆうやくん。はい、どうぞ。陽極。うん。そして気体名は酸素。はい、じゃあ陰極、自信ある人。新陽君、今ここで復習してましたね。はい、水素。いいかな、確認してね。はい、じゃあ考察とまとめのところね。水は電流を流すと、大輔君、酸素と水素の2種類の物質に分解する。はい、結論だね。電流を流して分解するから、こういう分解の方法を、千咲さん、何分解と言ったかしら？電気分解。ね、電気分解で、これが昨日までの話だよ。で、今日は何について考えるかっていうと、水は電流を流して水素と酸素に分けられるということなので、その逆はどうかなってこと。どういうことか、水素と酸素があれば水が作れるかな。こっちだったらこっち矢印どうかしらと、そこのところをちょっと考えていきたいなと思うんだけど、ではね、まず、隣近所のところで水素と酸素から水を作ることができるかどうかについて話し合いをしてください。もしできるんだったらどうやったらできるだろうか、そこまでちょっと突っ込んでね、考えてみて。だからできないんだったらどうしてできないか。はい、それでは、いいよ、隣近所で相談していいですからね。で、後で発表してもらいますので、ちょっとまとめててください。
抜なこと考えてるから教科書見てもね、だから自分の考えだけど、教科書の考えじゃないから、うん、だってこれ何？水素と酸素で、これ今言った分解でしょ。分解な。今考えてるの逆だよね。あ、逆なって、水を作るんだ。逆だってもう実際にやってんだからこれはできるって分かったけど、こっちよ矢印。反対じゃあこれをこうやればいいんだよ。だからどうしたらなるかな、できるなら。先生が無理やり作る。先生が無理やり。はい、それではねノート出してください。ノートを出してまずね黒板に書いたことを写してくださいね。黄色の枠の下に自分の考え、みんなの考えって書いてあるので、その続きで、隣近所で相談した結果をちょっとまとめてみてください。適当に書いてきたんで、すごい。早くノート出して書きなさい。前にある実験の装置あるじゃん。あれ？あれのでゴムでやるんだっけ、なんだっけ、ピンチコック？ピンチコックをつなぐ、あれを一回外して、ゴムにこうストローでつなげばできないの？こうやって？できないの？だってこっち水素、こっち酸素ということはつなげるってことは水素と酸素を合わせなきゃいけ合ない。わせること、合わせると水ができると思う。じゃあそれ一つの考え書いてて。いいんだよ。一つの考えだよ。さあ一言でもいいから何か書いてみて。でその考えをもとに先に進めていくからね。
間欲しい人いますか？はい、じゃあもうちょっとね。ちなみにね、酸素はね、空気中から取るしてもちょっと大変なので、こういう酸素はあるのよ。ね、あるのよ。で、あるだけなのよ。これどうしたらいいかしらね。水素はね、地道に作ろうかと思ってんの。作ろうかな。酸素と水素は準備できます。はい、その後どうしたら水につながるかな。資源に限りあり。これ以上は無駄遣いできない。どうしたらいいかな、酸素。さあ、それではね、聞いてみましょう。ゆいとくん。はい、水素と酸素どうしたら、ね、水できるか。まずそもそも君は水ができるかどうか、どっち考え？できる方。はい、どうしたらいいと思う？いいよ。冷やす。おー、冷やす。冷やす。ああ、そっか。じゃあね、西条さん、できるかできないか。できる方法。温める。全然対照的。できる。ひとみさん、できるかできないか。できると思います。できる。方法は熱する。熱する。じゃあもう一人聞いてみようかな。ゆうこさん、できる方法は冷やす。冷やす方法。ゆうこさん、なんで冷やすって考えた？冷やす。じゃあ全体に聞きます。作業やめてください。水素と酸素準備してあります。で、準備だけはしてあるのね。で、水素と酸素から水ができるかできないか。手を挙げる。できると思う人。はい、ありがとう。ちょっと無理じゃないかな、考えている人いないの？できると思ってるの。はい、実はですね、水素と酸素から水を作るという方法はたくさんあるんです。たくさんあるんです。つまりできるんだね。できるの。ただその方法はっていうと、まあこの他にいろいろ考えてくれた人いると思うんだけども、どちらかというとこの辺がちょっと近いんじゃないかな、思うんですね。はい、そこで実際にですね、目で見てみなくちゃ分かんないので、機械は1台しかないので、今日は
ここの、そっちにしたいんだけどちょっとね都合上。はい、それでは皆さんはこちらに集まってください。ここの人は道具を全部しまってください。ゆうきくん、これはいはい。混ぜる。はい、すいません、ゆうやくん、先生の場所を開けてください。じゃあ、遠いんです、ちょっと。いろいろ。はい、もうちょっと後ろで。先生、ほら、痩せてるから。こうやくん、すいません。電灯消してください。はい、それではまず熱するって書いてあるんだけど、熱するという方法をストレートにやるといろいろ支障が出るわけ。どうして？ひとみさん、どうして？どうたらこたらって、そもそも水素って、そう、ドカーンだよね。ここに挟んでくれる？ふざけないで。よいしょ。はい、そこでですね、安全に熱するというに近い行為をするため、こういう機械使ってみたいな。ここに注目。見える？千咲さん見える？いくよ。つまり点火の方法としてマッチの火をこうするだけが点火じゃなくて、こういう電流を流すということだって一つの方法なわけで、これを使ってやるわけ。じゃあ何にしたらね、こういうね、これのもうちょっと大きいやつだ。この中に水素と酸素まず出会わなきゃ反応しないでしょ。だから出会わせるのね。新薬言ったように合わせるの、この中で混ぜるのね。でその後にこれにヒュッとやったらマッチの火つけた人は危ないから、こういうふうにしてみようかなと。ピッと流す。怖いよ。そうするとこの辺見ててよ。バチンってなるよ。バチン。ダメだ。ちょっと待ってね。壊れてんじゃねえか。ちょっと待ってね。なってないよ、先生。なってないね。ダメなんじゃない？大丈夫、諦めなくても大丈夫。ちっちゃいの。ここ怖い。わかる？わかる？目悪いからわかんない？いくよ、もう一回いくよ。ちょっと待ってね。はい、もう一つあったらこっちでやってみますか。先生、これ調子悪い？ねえ、調子悪いね。すごい調子良かったんだけどね。よし、こっちでやってみようか。いくよ。先生。でも分かるでしょ、何の原理でこうするかって、電流流してこういうふうにね、火花を散らして。分かる？千咲さんの方まで見える？こうやって実際に酸素にこうしなくても点火することできるわけ。はい、それでは具体的に、その操作をやってみたいと思います。さてと、じゃあそこから水を取ってください。はい、そこからスタンド取ってください。
よいしょ。はいごめんよ。そのスタンド。はい、直之くん、そこから、試験管の立っているのを取ってください。先生。はい、酸素のボンベも取ってください。あら、それごと取ってください。はい、それからその透明の液体の入っているビーカーを取ってください。はい、それでは実際にこれを利用して、はい、やってみましょう。調子悪いよ。水を止めてください。止めて。水素どこ？はい、サンキュー。ちょっと入りすぎかな。長いからね。もう一回ちょっとごめんね。詰めて。静かに。先生中に入れてください。でね、ちょっと、曲がってしまってるけど許してね。はい、はい、でそこネジ止めてください。もうちょっと上げるか。はい。でこんな感じかな。はい、いいよ。はい。はい、それではね、水素をまず発生させてみましょう。どうやって？どうやって？これにこれを入れて、さてとそこでです。この無色透明の液体は何でしょうか？赤間さん何でしょう？薄い塩酸でこうやって出てるね。ところがすぐにはピッてしません。どうしてですか？空気の分。そうだね。ここにほら空気が残ってるから 100% の水素にするために中の空気をまず逃がしてから酸素入ってないよ。何をやってんですか？大体ね。待ち遠しいですね。はい、いいかな。はい、いいね。じゃあまず1回目だからね、これでいいでしょう。で、この中に水素を入れておきました。じゃあ次に酸素です。酸素はこっちから出したいと思います。はい、入りましたよ。はい。それではさっきの方法で水素と酸素が入っているここのところに火花散らせて、これでますよ。反応させますよ。バーンってなってる。さあ、じゃあ点火は誰にお願いするかっていうと、さあ、それではタカちゃん、まあタカちゃんもあれだけど、はい、じゃあ木村君にお願いしましょう。木村健二。注目はこの辺ね。この辺まず注目しててね。水できんの？いいですか？はい。それではケン君、これをプラスの方にプチッとやってみてください。お、水。見ました？水。はい。水。なんか断ってからやる。はい。ケン君、大成功です。水。あ、新薬は何気になった？ポンって。そして
なんか増えた。何が水。水が増えた。何水ってわかる？ゆきさん、ここから何かこうピカピカという感じ見る余裕ありました？ありません。じゃあもう一回やってみるからね。次は俺。2回目は慣れると思うから、ただ「ほー」で終わるんじゃなくて見ててよ。はい、じゃあちょっと今さっきと同じようにスタンバイするからね。そんなことない。ね。はい、じゃあね、今度は水素のとこから皆さんにやってもらいます。それではね、椎名健二君に。はい、それではゆいとくんに水素を入れてもらいましょう。水素製作所。はい、いいよ、オッケー。はい、それではゆいとくん水素入れてみてください。はい、立ってやりなさい。そうです。だいたい2メモリくらい目安、これくらいね、これくらい入れる。じゃあゆうくんこういうゆうやくん見ててこういう2つぐらいね。分かった、見ててあげるよ、ゆいとく。はい。いいよ。まだ。じゃあ驚かないで見てるんだよ。目つぶっちゃダメよ。ねえ、ゆうた外れてるよ。ゆいとくんいいんだ。ダメも言ったから。俺びっくりした。俺から見て。もうちょっと。俺から見てだよ。決めて。おい。ちょっと実験中はふざけた声やめよう、丸山くん。やりましょう。危険が伴ったらいけないよ。よし。もうちょい。さっきよりちょっと分量を増やしてみます。気持ちね。俺の顔見れたら困んないけど。どんくらい？もう少し。はい、いいでしょう。はい、じゃあちゃんと試験管立てにして。はい、じゃあゆうやく酸素やりたいの？じゃあ酸素。気持ちとしては1メモリ目安よ。ぶわっとしない。はい、いいよ。力入らない。出ないんだけど。出る。で、先生やっか。もう一回入れてごらん。もう少し。もう少し。オッケー。今度は入りすぎたから少し気持ちね。はい、それでは。いよいよ。次の点火は。タカちゃん。女子にしてもらいたい。タカちゃんこ。タカちゃんでいいじゃん。タカ子ちゃん。いや、もっと起きてみたら。タカ子。起きてみたら、ほら。それではね、昨日の実験でいい感じに進められたタカちゃん。久美さんにおお、タカちゃん。今日もちょっとチャレンジしてもらいます。はい、じゃあいいですよ。ちょっと待ってね、ちょっといびつな感じ。久美さんこっち来てください。こっち回ってきてください。音だけです。何大切な。音だけだけど。はい。ですよ。オンにしてからプラスの方にこうレバーを回せばいいです。じゃあ心の準備がさっきないって言われましたので、回しますって言ってから回してください。はい、お願いしま回す。してから回しますとかって言ったら終わり。おい、なんか飛び散ってんですけど、なんか来たんですけど。はい。今度はここの変化わかりました？どんな感じだった？ボッとピカッと。心臓が飛び出そうだった。ちょっと赤っぽく見えた。ひとみさんは？歪んで。目つぶってしまった。ゆきえさんは？
光った。歪みだよ。和江さんは髪の毛がピカピカ。光って見えた。足に引きなさいよ。頭がピカピカ。いい？じゃあ一つね。さっきね、ゆいとくんとゆうやくんに水素と酸素を入れてもらった時には全部で気体は3メモリちょっと下だったの。ね、3メモリちょっと下、このくらいだったのね。ところが今の点火っていうことでボンとしたら水が1メモリよりもちょっと上の方に来てます。ということはどういうことかっていうと、この中の気体は点火によって水になったってストレートに行く前に確実に気体が反応によって使われてなくなったってこと。あと逃げ場ないでしょ。気体は確実に使われて、そして反応が行われたんだな。じゃあもしこの中に水ができたとして調べる、これは水ができたんだって調べるとしたらどんな方法を使ったらいいだろう。塩化コバルト紙を使えば水ができたなっていうのは確認できるね。ただこれの場合はちょっと厳しいね。全部ほら水の中で行ってるからね。美味しい？そっか、分かった。じゃあね、一旦座席の方に戻ってください。先生、まだ気体出てるよ。気体出てた？じゃあじゃあゆきくん悪いけれども、これちょっと前の方に。これまあ女子ですからそっちも取って。もう全部はい、そっちの教団の方に。はい。全部ははい、安部君、何をスタンドと。よいしょ。こっちに持ってきて。そのまんま、取ってもいいよ。取れる？取り方わかる？いいよ。はい、それでは皆さんは教科書ちょっと開けてみましょう。はい、いいですよ。教科書はですね、81ページです。教科書の81ページの図の7を見てください。今やった、ね、装置が書いてあるでしょ。書いてあるね。はい、書き加えてほしいことが2つあります。まず1つはゴム線あって、ここのところがこう離れてますよね。ここだよ。ここのところにちょっと強調して大きく書いてあって、ここに少し離れてるね。導線っていう。導線が離れてるっていうことは、ここで何をさせたかったの？さっき見たでしょ。ビリ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 と。電流の力で火花を散らして、それをゆくゆくは点火という結果に導きたかったんだよね。だからここわざと切れてていいんですよ。はい、じゃあちょっと書き加えてください。教科書に書き加えていいですよ。直接マッチの火を当てるのは危険が伴うし、
ぱり大変だからね。そうするとほら写真に出てるでしょ。こういうことが実際今のビニール缶の中でも起こったわけだ。ね。はい。ということは、はい、2つ目です。ここに水素と酸素の混合気体って書いてあるね。はい、ここでもちょっと鉛筆でくるっとこう回してくれる。水素と酸素の混合気体。水を作るために水素と酸素を混ぜ合わせたものをここに集めたんだけど、実は今のように点火するとボンと爆発的な反応を起こすの。したがってこういう気体のことをですね、すごい反応を将来起こすぞというような意味を込めてですね、水素爆鳴器っていう言い方をする場合があります。ちょっと書いといて、京子さん。水素爆鳴器、爆発的に、しかも音もバンね、そういうことを起こさせる気体だよ。だからちょっとした時点で爆鳴器なんていう言葉でこう引いてみると、水素と酸素が点火することによって爆発的に、ね、反応を起こす、そういう気体のことを言いますって書いてあるから調べてみて。爆鳴器、ちょっと聞き慣れない言葉でしょ。去年やるよ。だって大体この時期ね。何回どれを？はい、それではノートに分かったことを書いてください。分かったこと。ノートに書いてください。箇条書きで1つ目こんなこと、2つ目こんなこと、こんな感じでいいですよ。じゃあ黒板に入れてね、書いてもらおうかな。分かったこと。じゃあ1人目。ゆうきくん。阿部ゆうきくん。ここに。はい。2人目。コンさん。3人目。こうやくん。まとまったら前のところに書きに来てください。自分なりの書き方でいいです。はい、いいですよ。
から書いていいですよ。それぞれ書けたかな。自分のノートには自分の課題を書いておいてくださいね。それでは中から3人代表を書いてもらいました。荒野君は酸素と水素から水ができる試薬。2番ね、コンさんですね。水素と酸素混ぜると爆発する。3番目、ゆうきくんです。酸素と水素から水ができることですね。じゃあこの3人の書いてくれたことを一つにまとめるとどうまとめることができるかな。最初のこの課題ですね。水素と酸素から水を作ることができるか、できたのですから、その結論としては分解のような書き方ができます。さあ、じゃあそれぞれ自分で書いてみてください。あのような、ね、矢印を使った表示の仕方。分かんない人は先生前書くから写してくださいね。ちょっと曲がっちゃったな。水素と酸素から水ができる。ね、書いてもらったので爆発的だよ。ただし爆発的な反応だよ。親じゃなくて書きません。これイコールダメなの。矢印なの。よく間違えられるけどイコールじゃないの。数学のイコールって等しいわけじゃないから、矢印なの。あ、いいところ間違えたね。今の字間違えれば絶対よく3年生の子に間違えるんです。イコール
はい、それでは最後です。ここね、さっき書いてもらったけど、水が水素と酸素に分かれるのは、分かれるということで分解、特に電流流すから電気分解って言いましたが、こちらの場合は何かと何かから一つのものを作り出すので化合って言います。化合。化合。じゃあ分解と化合と逆のね反応の意味ですということで、これからですねしばし化合について話が続きます。じゃあせっかく化合やったので、次の時間も化合について実験に入っていきます。教科書同じく80ページ81ページを見てください。何してんの？何してんの？今水素と酸素って気体と気体で水でしたけど、今度はですね固体と固体でいってみたいと思います。何を、使うのかっていうとね、鉄、それから硫黄って読みます。硫黄。この全然一見見た目違うものを混ぜ合わせて、ね、つまりは化合という反応を起こさせてみましょうということです。さてと、物質を記号で表現するっていうことを1学期の終わりにちらっと話をしてありまして、約1ヶ月経ちますが覚えてますか？鉄って何というでどういうふうに記号で表したっけか？FE。 じゃあ硫黄は S なんか自信ありでS ね、こういうね、物質を使っていきます。はい、それでは、このプリントですね、班長さんは集めて私の方に持ってきてください。終わります。名前ついてるかな？ちょっと何やってたの？